クラシック音楽を救ったのはまさかのゲームだった。ゲーム音楽。最近ゲーム音楽のコンサートがかなり盛り上がっています。例えばスクウェアエニックスが2026年4月に東京国際フォーラムのホール A で開催するゲーム音楽のフルオーケストラ公演。指揮はアーニー・ロスさん、演奏は東京フィルハーモニー交響楽団です。この公演を皮切りに世界ツアーも予定されています。ファイナルファンタジーやキングダムハーツ、ニーヤなどスクウェアエニックスの名作の楽曲が並びます。チケットは S 席が11,000円、A 席が8,800円です。他にもファイナルファンタジーのコンサートは過去にロンドンのロイヤルアルバートホールで完売しています。ゼルダの伝説のシンフォニー・オブ・ザ・ゴッテスも世界ツアーの多くの公演でチケットが完売しました。同じホールで同じプロの奏者が演奏しているのにゲーム音楽だとチケットが飛ぶように売れていく。実はこれクラシック音楽の歴史から見るととんでもないことなんです。クラシックの300年問題。そもそもオーケストラってチケット代だけで食べてきたと思いますか？答えはそうではありません。クラシック音楽の世界では長い間複数の財布で支えてきました。宮廷、王侯貴族、教会、パトロン、寄付、補助金、スポンサー、そしてチケット収入です。18世紀にはすでに公開演奏会や予約制のコンサートがありました。モーツァルト自身も予約演奏会を開いて活動していました。でもそれだけで完全に賄えていたわけではありません。ベートーベンはルドルフ大公ら3人の貴族から年金をもらわないと生活できなかった。ワーグナーはバイエルン王に借金を肩代わりしてもらっていた。今の米国のオケもチケット収入は予算の3分の1程度、残りは寄付と補助金。これが300年変わらない現実です。芸術は素晴らしいものです。でも素晴らしいだけではオーケストラは維持できません。ゲームが来た。そこにゲームが来ました。決定的に違うのは集められる人の質です。クラシック音楽のコンサートはオーケストラを聴きたい人を集めます。一方でゲーム音楽のコンサートはこのゲームが好きだから聴きたい人を集められます。クラシックファンではないけれどファイナルファンタジーなら聴きたい。オーケストラには興味がないけれどゼルダの伝説なら行きたい。クラシックはよくわからないけれど子供の頃に遊んだゲームならわかる。そういう人が自腹でチケットを買うようになりました。クラシック定期の平均年齢は60代、ゲーム音楽は20、30代。財布が違う。だから補助金ではなく自腹で11,000円の S 席が売れる。これが初めて興行として立つオケの形です。同じ奏者、同じホールなのにプログラムの名前がゲーム音楽になるとチケットが飛ぶように売れます。結果としてボックスオフィスだけでコストをカバーできるケースが増えてきました。ゲーム音楽を専門に演奏するオーケストラという形態まで成立しています。クラシック音楽そのものが売れなくなったというよりオーケストラという装置に新しい観客を連れてきたという構造です。反発の話、もちろん反発もあります。ゲーム音楽なんてクラシックじゃない、芸術性が低い、そんな声が聞こえてきます。芸術の世界では売れることが必ずしも褒められることではないという空気があります。ここで一つ問いを返してみます。では芸術性が高ければ生き残れるのでしょうか？歴史の逆転。ここで少し歴史を振り返ると面白いことに気づきます。カストラートはかつてヨーロッパで大人気でした。でも今ではほとんど知られていません。宮廷舞踊も当時は重要な芸術でした。組画のようなものも当時は大切にされていました。でも今では知らない人が多いです。つまりその時代に高く評価された芸術と後世まで残る芸術は同じではないということです。モーツァルトも最初から歴史に残る偉大な芸術家として消費されていたわけではありません。公開演奏会や予約演奏会など当時の音楽市場の中で活動していました。浮世絵も同じです。当時は大衆向けの娯楽でした。大衆に届いたから価値が低いとは限らないのです。芸術性だけを追い求めると時に芸術自体が消える。だからこそモーツァルトも浮世絵も当時は大衆向けの娯楽として全力で売れに行った。誰が価値を決めるのか、芸術の価値を最終的に決めるのは誰でしょうか？芸術家ではありません。評論家でもありません。補助金を出す人でもありません。何度でも聞きたい、お金を払ってでも行きたい、そう思う人がいる限りその芸術は生き残ります。ゲーム音楽はクラシックを壊したんじゃない、新しい観客を連れてきた。300年解けなかった、誰が払うのかという問いにゲームが一つの答えを出した。あなたはどっちのコンサートに行きたいですか？